今回はチェンソーマン106は焚き火で、新たに分かったことを解説していきます。この動画はチェンソーマン本編のネタバレを含みます。ぜひ本編を読んだ後にご覧ください。前回のストーリーで訪れた優子の家を後にした、朝と夜ですが、朝は、優子はどうやって私のいじめをなくすと思うと、頭ではその答えが分かっていながらも、それを理解したくないかのように、夜に問いかけます。そもそも夜は朝の考えていることがわかるため、そん朝の質問に対して、わかってるくせにと前置きしながら、お前をいじめるクラスメイトを殺すんだろと告げると、朝は優子を止めに戻ろうと提案します。しかし前回までのストーリーで、夜は学校に悪魔を呼んで、チェンソーマンを誘い出すことを、直近の目的としていることから、そのチャンスを不意にできないと考え、朝の提案を拒否します。そもそも夜は朝の友達である優子を、当初から自分の武器に従っており、その点からも朝を止める理由はありません。またこの場面では、朝の肉体の主導権を、朝がひどく恐怖している時を除いて、夜が所持していることが確定しました。学校での日常生活においては、社会のルールや学校生活の知識がない夜が表に出ていると、お互いに都合が悪いため、ずっと朝が主導権を握っていましたが、夜が意図的に渡していたということです。また日常生活で夜は、愛すべきポンコツキャラとしての側面が、強く描かれていましたが、話がチェンソーマンとの戦闘に及ぶと、まるで別人のように冴えた発言行動をしています。この夜のキャラクターについてですが、戦争と日常の平和は真逆の存在なため、あえてこのようなキャラクターとして、描かれている側面がありそうですが、夜によって緻密に計算された戦略について、後ほど解説していきます。また優子は裏庭で大きな焚き火の前に、立っている姿が描かれていますが、106話のタイトル焚き火は、ここから来ているのでしょう。この焚き火のシーンでは、炎の中に人間の顔や足のようなものが見えますが、これは前回のストーリーで、優子が殺したと語っていた、生活保護をもらってるのにパチンコに行ってた隣人の死体を燃やしていることは間違いありません。それにしても、死体を燃やすと強烈な匂いや、煙が発生すると考えられますが、どのように対処しているかは気になるところです。あくる日、隣人を燃やしておきながらも、近所の住人と明るく挨拶をしている優子の姿からは、悪魔と契約したことも人を殺したことも、正義のためだから大丈夫と、心の底から信じていることが伺えます。またデンジはモテるために悪魔を飼っていますが、優子のチェンソーマンがいてもいじめはなくならないというセリフから、優子はチェンソーマンを、正義の味方と捉えていることが分かりました。この点については、以前チェンソーマンが悪魔を討伐して、ニュースに取り上げられていた場面がありましたが、優子も悪い奴なら殺していいと信じ込んでいる、狂気的なものを感じます。優子は通常の使用時間より、遅れる形で学校に向かっていますが、授業中にクラスメイトを襲撃した方が、一網打尽にできるからといった意図があるのでしょう。2019年にアメリカコロラド州で起きた、学校での銃乱射事件においても、加害生徒は学校に遅刻してやってきたことが判明しており、正義の悪魔と契約した優子の姿を、実在したスクールシューターになぞらえて、書いていることが伺えます。すると優子の前に、待ち構えていたかのように夜が現れますが、その手には刀が握られています。夜が作り出す武器はどれも、元の素材の憎らしさが現れるため、これは戦争の悪魔の力で作った刀ではなく、第100話において悪魔を捜索する朝が、手に持っていた普通の刀でしょう。またこの場面では、夜と会話する優子の吹き出しの描かれ方が、カメラ位置が屋外から屋内に動くように変わっており、静止画にもかかわらず、徐々に二人に近づいているように感じられる、斬新で素晴らしい表現手法となっています。また鳥が羽ばたいている様子も描かれているため、もしかすると屋外からの視点は、ナユタの視点という可能性もありそうです。こうして優子と夜の戦闘が、今にも開始しそうな空気となる中で、夜と朝は同じ体を共有しているため、どちらか片方だけを殺すのは不可能という事実が、改めて夜から語られます。しかし優子はそんなことは気に留めず、朝は好きだけど夜は嫌いと言い放ち、正義の悪魔の力を使い退治します。この描写から、優子の人の考えていることがわかる能力が、悪魔の夜にも適用されることがわかります。これは戦闘においても相手の考えがわかることとなり、大きなアドバンテージです。
しかし夜も優子の考えはお見通しのようで、そもそも夜が勝つ見込みのない相手の前に、のこのこ出てくるとは思えません。次回から描かれるであろう戦闘シーンにおいて、第98話から一度も登場していない、田中脊髄剣を再使用するのかは不明ですが、朝を助けるために悪魔と契約した優子が、朝と同じ体を共有している夜を殺すことは、たやすく実行できるとは思えないため、かなり自利品な状況ではあります。また今回のストーリーでは、優子が正義の悪魔の力を使い変身した姿が描かれましたが、その姿は第2部の序盤で登場した、委員長のものとは大きく異なっており、契約主の正義の形が反映されることが明らかになりました。これは人それぞれの正義を体現していると考察できますが、ここで優子の正義の形を見ていきましょう。まず負傷している足を守るように、腰からドレスのような触手が広がっており、また、か細い上半身が、どこか貴婦人のような佇まいを感じさせます。この見開きでは割れたガラスが花びらのようにも見え、藤本達樹先生の天才的なセンスが光ります。これまでのストーリーを振り返っても、優子は膝を閉じて片側に流した座り方をするなど、常に女性らしさが強調されるキャラクターとして描かれていました。また四角くて大きい脳みそは、四角四面な真面目で堅苦しい、優子の性格が反映されています。この姿から、世でも律儀に信号を守る朝とは、似た者同士だったのでしょう。顔に注目すると目が描かれていませんが、これは盲目的に自分の正義を信じた結果、周りが見えてない優子を示しているのでしょう。このように全体的に華奢なシルエットで描かれているものの、正義を信じる強さは格段に高いことから、戦闘能力も比例して強力であることは確実です。夜が刀一本でどのように立ち向かうのか、次回以降のストーリーに要注目です。また優子と夜が対峙する構図は、委員長と夜との戦闘で描かれたものと、全く同じ構図となっています。もしこの後の展開で、クラスメイトの目の前で、朝の外見をした夜が正義の悪魔を倒すと、悪魔を倒せるほどの力を持った朝へのいじめは、確実になくなると推測できます。夜は以前のストーリーで、いじめられてる朝の現状に対して、私が解決してやろうかとも語っており、その言葉が現実のものになる可能性は高いでしょう。ここで、これまでのストーリーを振り返ると、優子が契約した正義の悪魔は、常に戦争の悪魔の、都合のいいように動いていることがわかります。ここからは、正義の悪魔と戦争の悪魔には、何らかの主従関係があるのではと考察できる4つの理由を紹介します。そもそもの戦争の悪魔の目的は、チェンソーマンを倒し、食べられた自分の体を取り戻すことで、自身の弱体化消滅の危機を回避することですが、チェンソーマンと悪魔との戦闘の痕跡から、朝の通っている学校に、チェンソーマンが在籍していることを知りました。しかしながら第2部のストーリー開始時点で、戦争の悪魔は鳥の姿をしており、そんな状態で学校に潜入して、チェンソーマンを探すことは、容易ではありません。そこで、チェンソーマンと同じ学校の生徒の体を乗っ取ろう、という考えに至ったものと思われますが、この思惑通り、正義の悪魔と契約した委員長が朝を襲ったことで、無事に目当てだったチェンソーマンと同じ学校に通う生徒、つまり三鷹朝の肉体を獲得しました。そもそもタイミングよく夜が待機していた交差点で、正義の悪魔が朝を襲ったことが、どこか都合よく感じられます。もちろんこれは偶然の出来事とも取れますが、銃の悪魔には爆弾の悪魔という仲間がいたように、戦争の悪魔にも、それなりの仲間がいたことは間違いありません。また爆弾の悪魔は台風の悪魔を服従させており、悪魔の力量次第では、別の悪魔を服従させて、自分の利になる行動を強制することもできるのでしょう。次に夜の武器集めに着眼点を置いてみます。夜はチェンソーマンと戦争をするために、当初より多くの強い武器を欲しており、優子と朝が知り合ってからは、常に優子を武器に従っていました。現状の優子は朝のために悪魔と契約して、クラスメイトを殺すと予告していますが、今回のストーリーでは、実際に学校に現れて、正義の悪魔を体現した姿になっており、もし夜が優子を殺す場面を誰かに見られても、クラスメイトからは逆に英雄視され、朝の力が悪魔のものだと疑われる心配は少ないでしょう。さらに朝は、自分のせいで優子が悪魔と契約したと認識しているため、優子に対する罪悪感はかなり上がっている状況です。武器にする対象への罪悪感が大きいほど、
武器化した時の強さが上がるという設定もあることから、現時点で夜にとって、有効武器にすることに、これ以上ない好条件が揃っています。また夜が探しているチェンソーマンは、デビルハンター部にいるという噂もあるため、チェンソーマンを探している夜は、何としてもデビルハンター部に入部したいと考えています。デビルハンター部に入部するには、1週間以内に悪魔の死体を持ってくることが条件となっており、その期限はあまり残されていません。つまりこのタイミングで悪魔化した有効を倒せば、悪魔の死体も手に入れることができ、デビルハンター部の入部条件をクリアする形となります。また夜はチェーンソーマンをおびき寄せる方法として、学校に悪魔を呼べばいいんじゃないという朝の提案を聞いて、どのようにして悪魔を呼ぶかを、真剣に考えていました。この点についても、優子が学校で悪魔の力を使ったことで、学校に悪魔を呼ぶという目的が達成されています。このように優子の行動、元い正義の悪魔の行動は、戦争の悪魔にとって非常に都合が良いものが、意図的と言っていいほど揃っています。1学校に潜入できる、2有効強力な武器にできる、3入部のための悪魔の死体が手に入る、4学校に悪魔を呼ぶ、この4点を見事にクリアしているのです。正義の悪魔が、これほどまでに夜の都合のいいように動いていることから、この2社が裏で手を組んでいるといった推測も、暴論とは言い切れないでしょう。これに加えて、契約者を殺しても正義の悪魔の本体は死なないことを考えると、正義の悪魔にとっても、その後の見返りがあると仮定すると、そう悪い話ではなさそうです。ここのところ、そのポンコツ具合が目立っていた夜ですが、このような点を鑑みると、自ら朝に主張していたように、本当に馬鹿ではなく、すべて計算づくの行動だったといった考察ができます。今後のストーリーですが、女子生徒たちの前でモテるために、チェンソーマンとしてデンジが登場するのか、デンジの見バレを阻止すべく、吉田博文が出てくるのか、そもそも夜が一人で、優子を倒すのか、一体どのような展開になるのか、予想もつきません。現役のデビルハンター2名がいる学校に、悪魔として現れた時点で、優子の未来は罪に近い状況ではあり、そもそも自らの正体を知る人間を、夜が生かしておくとは思えないため、優子の命は残り短いものとなりそうです。以上、最後までご視聴ありがとうございました。次回第107話はアニメ第2話と同時更新となります。それでは、また次の動画でお会いしましょう。